こんにちは。今日はなんと彼女がいないので一人でドライブしながらいろいろ話そうと思います。あんまり一人で話す機会ってなかったと思うし、そもそも二人でいてもあんまり私喋らないんですけど、今日はちょっといろいろ最近悩んでることとか彼女と考えてることとかいろいろお話ししようと思います。最近、この年齢もあってかいろんな人の今人生の分岐点みたいな感じで結婚する人もいれば赤ちゃん産んでる人もいたり、バリバリ海外で仕事してる人もいたり、そういうのを見ててもうこの先どうなっていくのかなみたいな考えることが多くて、よく彼女と将来のこととか仕事のこととか結構真面目な話を最近は毎日話してます。仕事もなんだかんだずっと辞めたいと言いながら続けてて、でこれからどうしようみたいな、でもあんまり別に考えてないんでどうしようだけで終わってるんですけど、で彼女は毎日慰めてくれます。最近周りで結婚する子も多いから私だったらこういうことしようかなとか結構楽しく想像してるんですけど、スタバを行きます。ちょっとスタバを買いに行ってきます。スタバを買ってこれから飲みながらドライブしようと思います。理想のプロポーズとかどういう指輪がいいとかそういうの考えるとすごい楽しくて、で、まだ全然見に行ったりとかしなくてすごい先の話なんですけど、でも彼女とキラキラの指輪をしたいで付き合おうかっていう話をしてます。やっぱり女の子同士ならではっていうか、男女だとなかなかその2人ともキラキラってあんまりないと思うので、それも結構楽しみにいろいろ見てるところです。実際そういう方を見かけていいなって彼女と話してたりして、ペアリングです。私たちは彼女が告白してくれたから次は私がするっていうことで、私がプロポーズしたいなっていうのはずっと思ってます。プロポーズの場所とかそういうのも考えるのすごい楽しくて、で私は勝手に沖縄がいいって言って沖縄めっちゃ良くないですか？晴れくらいとか定番すぎるか。でもそういうとこ見て考えるの本当に楽しい。やっぱり、今日本って結婚はできないじゃないですか。でパートナーシップで、ある程度賄えるのかもしれないんですけど、でもやっぱりその法的な拘束力はないし、全てをカバーできるわけではないと思うんですよ。ちょっとあんまりまだ理解してなくてあれなんですけど、今の私たちでは特に困ることとかそんなに多くはないかもしれないけど、でもゆくゆく何年も何十年も経った時にその結婚できないってことが何か足かせになったりするんじゃないかなっていう不安はあって、考えても仕方ないんですけど、でもそこはちょっと不安には感じているところかな。やっぱり海外だともう同性婚できるところとか多いと思うんですけど、そういうところだったらやっぱりその国全体の雰囲気というか、その同性でも結婚できるっていうのが当たり前の風潮みたいになってるのが、それがいいなと思ってて、結構台湾の方とか、世界の、いろんな国の方からコメントいただくことも多いんですけど、やっぱりまた日本はちょっと違うような気がして羨ましいなとはやっぱり思います。実際パートナーシップ結ばれてる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、どうですか？いろいろ落ち着いたら
パートナーシップ組みたいなとは思ってます。全然ちょっと先の話になりそうなんですけど、でもなんか彼女もやっぱりこれから特にその結婚のピークみたいな入っていく年齢なんですけど、でも今のところなんかその結婚式の、様子とか見てもいいなって言い出すから、やっぱ結婚したいかみたいな思っても、さくちゃんと早く結婚したいっていうその私とっていうのがちゃんとついてきてて、それがすごい嬉しいです。ウェディングフォトとかも撮りたいなと思ってて、すごい楽しみにしてます。なんかずっと悩んでるというか、仕事にしろ結婚にしろ、でも彼女とずっと生きていくっていうのは、それは揺るぎないのでご安心ください。やっぱり同性で、何年も付き合って一緒に暮らされてる方も多いと思うんですけど、なんかこの年齢だから迷う悩むのかな。やっぱり年齢的になんかいろいろ考える時期というか、クォータークライシスみたいな、だからなんですかね。全然2人ともすごい幸せに暮らしてるはずなんですけど、それでもなんか迷うというか悩むことが多いで、そういう年齢なのかな。いろいろちょっと同性同士のだから悩むこととかももちろんあると思うので、皆さんどうやって克服されてるというか、どういう話されてるとかあればぜひ教えてください。なかなかシビアというか難しいところもあるのであんまりあれですけど、やっぱりもうちょっと生きやすい世の中になってほしいなと思いながらどうにか悩みます。今日はちょっと私のただのお気持ち表明みたいになってしまったんですけど、今実際悩まれてる方とか、あとはプロポーズとかパートナーシップとかも実際に組まれてる方がいればいろいろ教えてもらえると嬉しいです。ではそろそろ彼女が帰ってくるので迎えに行ってきます。次は彼女も登場するのでご安心ください。ではバイバーイ。